日本に来てドームで何日間もやれるような人たちが5分ごとに入れ替わって出てくる、簡単に言うとその地球の紅白歌合戦っていう感じで、もうって思ってる、今のって誰々だよねみたいな、生で見ちゃったと思ってたらもう次の人が転換で出てきて、なんかもう圧倒されたというか、まず自分がやったのは人に言霊として言うようにしました。自分の作品でグラミー賞エントリー取るとかノミネーションとかそんなこと一切言ってないですよ。エントリー自分の作品でするからっていうのを1年間ぐらいそこら中で吹きまくったんですよ。でそうなるとそういう自分になっていくんですよね。まずとにかく最初の年は英語だけにフォーカスして、そしてそれ2011年の2月13日だったかな、グラミー賞が。でその年のうちにまずロサンゼルスに通うことになるわけじゃないですか。でまずね、今思い出したんですけど、飛行機の乗るプロになろうと思ったんですよ。匠正則です。アメリカでは正匠という名前で活動してまして、音楽家、作曲家、そしてモルティインストゥルメンタリストといいまして、いろんな楽器を同時に演奏したりするパフォーマンスをしてます。そして2023年第65回グラミー賞にてグローバルミュージックアルバム部門で「桜」という私のアルバムがグラミー賞を初めて受賞させていただき、そしてまた今年2025年の2月2日にロサンゼルスで行われた第67回グラミー賞、こちらでもベストグローバルパフォーマンス部門にてノミネート、私の曲がされました。もともと日本でずっと作曲家として活動してたんですけど、アメリカに行くことなんて旅行でもないぐらい全く縁がなかったんですね。そしていろんな仕事をしていく中でいろんなクライアントさんと出会いまして、ある方が2010年ですかね、レゲエの世界的なリズムセクションスライ&ロビーっていう2人組のプロダクションのエグゼクティブプロデューサー、いわゆる出資をされてまして、その方が横浜の方なんですけど日本にいらっしゃる、こういうアーティストの楽曲にちょっとギターとかキーボード入れてくれないって言ってくださって、それがスライ&ロビーのアルバムだったんですね。で自分はあんまり誰か分からずに、ただ初めて関わる外国人の音楽で、そこに演奏をして、それで一つの仕事として全うしまして、それで年末になったらその方から連絡いただいて、突然この間参加したアルバムがグラミー賞ノミネートされたよって言われて、は何のことですかっていう、寝耳に水の状態で、グラミー賞って聞いたことあるなっていうか、あのグラミー賞やなみたいなぐらいの知識しか2010年の段階ではなくて、それで調べていったら大変なアーティストであり大変なアワードにこれかからせてもらったんだということになりまして、そこからそのスタッフの方とか関係者の人たちとお会いして、祝勝会みたいな、なんか軽いそういうノミネーションのなんかパーティーみたいなとこに行ってましたら、その当時そのワウワウが中継をしてたんですけど、ワウワウのプロデューサーの方がチケット1枚あるけど行くって言ってくださって、でも行くって言ってもそれ日本じゃないですよねみたいなところから始まり、アメリカって10代の時に一度行ったぐらいで全然縁もゆかりもないし、そこまで興味もないし、正直あと英語も全然話せなかったんで迷ったんですけど、やっぱりこんな機会はきっと二度とないだろうと思って一応行っとこうと思って行ったら、人生がまるで変わってしまったっていう、グラミー賞を見たことによって自分の人生がもう大きくまるで違う人になったかのような刺激をグラミー賞から受けまして、それでここにまた戻ってきたいって漠然と思ったのが最初の第一歩ですね。プロダクションとパフォーマンスと、あとアーティストのスキルであり、
もう全てですよね。消防法も違えばステージで使う日の量も違えば、日本で見ることのまずできない総合エンターテインメントっていう感じですか。それでその中にいてる人たちってみんな日本に来たらそのアーティスト単体でドームをできる人たちなんですよ。で日本に来てそういうドームで何日間もやれるような人たちが5分ごとに入れ替わって出てくる、簡単に言うとその地球の紅白歌合戦っていう感じで、もうって思ってる、今のって誰々だよねみたいな、生で見ちゃったと思ってたらもう次の人が転換で出てきて、なんかもう圧倒されたというか。31歳かな、確か32かな、32ですね。はい。いやいやいや、まだそんな何にも分かってないんで、そんな段階ではなくて、ただここにまたこのショーを見たいなっていうぐらいじゃないですか。なんかその空気に触れたい、そしてロサンゼルスにまた戻ってこないといけない。その時点でもそんなに、アメリカが好きとか、正直言うと今の時点でもインフラ的にはまるで好きではないんですけど、ただこのエンターテインメントのある場所ってすげえなっていうのと、まず見たことのない、感じたことのないなんて言うんでしょう、エンターテインメントを体感して漠然とまた戻ってきたいっていうだけでしたね。その時点でなんか自分の作品をとか、おこがましくも自分のなんか何のもとにノミネートされたいのがまるでなくて、もう一回来たい。そして来るには今度一人で来ないといけない。で一人で来たことない。じゃあまず英語だなっていう。何をするっていうよりまず基本的なことからスタートしようって漠然と思って、だから次の年のグラミー賞のチケットはどうやって取るかも全く考えずに、ただ英語をすぐ勉強し始めたっていうことですかね。アホだったんでしょうね。何も考えずにとりあえずこれやろうみたいな、なんか道が約束されてるかのような勘違いをしてたというか、なんかやめとこうって思う気持ちってどんな人にもありえる感情だと思うんですね。これ大変そうだな、やめとこうとか、乗りかかった船って言葉もあるじゃないですか。乗らなければその船はもう自分には関係ないというか、ただなんか乗ってみたかった船っていう不思議な感覚があって、なんでそんな風に思えたのかも自分でも不思議なんですけど、まだ、今よりは14年ほど前だったし若かったし、なんか音楽ばっかりしてたのもあって世の中のその流れっていうのもあんまりまだ分かってなかったのも良かったかもしれないですね。普通31人だったらもう普通の業態のお仕事だったら、役職を考えてとか人生設計をする頃に自分はなんか自分のブランディングを始めたっていうか、音楽家としてこのまま日本にいて、いいんだけど、でもなんかこの船に乗ったら大変そうだけど面白そうって素直に思えたんですよね。まずとにかく最初の年は英語だけにフォーカスして、そしてそれ2011年の2月13日だったかな、グラミー賞が。でその年のうちにまずロサンゼルスに通うことになるわけじゃないですか。でまずね、今思い出したんですけど、飛行機の乗るプロになろうと思ったんですよ。で飛行機ってこう乗れば乗るほど分かってくることがあって、やっぱり飛行機の中で階級社会でタイタニックのように一等客船二等客船じゃないんですけど、ファーストクラスビジネスクラスエコノミークラスとあって、ファーストなんて普通、乗ろうともね乗れるとも思ってはないんですけど、その当時の自分の使ってたエアラインのなんていうんでしょう、レギュレーションがありまして、いっぱいたくさん乗った人にはいろんな特典があって、でアメリカに行く時に、なるべく楽に行きたいと、自分はその環境が整わないと頑張れないような気がしたんで、まず飛行機のマイルのこととかクラス、自分の持ってる会員ステータスのことをまず勉強しようと思って、で1年間飛行機に乗り倒したんですよ。で1年間にここまでクリアしたらなれる会員ステータスがありまして、その会員ステータスになると、ラウンジに入れたりフライト直前にシャワー浴びれたり、別にそれは高いお金がかかるわけでもなくて、ただその年にもう乗りまくらないといけないんですね。でまず英語を勉強しながら飛行機乗りまくろうと思って、もう週1
回ぐらい実家の大阪に用事ないのに帰ってて、週2回帰った時もありましたね。修行僧っていうんですけど、これマイルとか ANA だったらスーパーフライヤーズ、 JAL だったらグローバルってあるんですけど、いろんな会員ステータスがあって、それになると非常に心地よく海外に行けるんですね。でそれをまず勉強して、飛行機乗り倒しながら、今年もう一回 LA に行ったら残り週1でいろんなとこに行けばこれクリアできるかもしれないってなって、じゃあ今年もう一回 LA に戻ろうと。それで LA に戻って一人で、まず自分の目標的にはレンタカーをする、自分で車を運転する、まだ国際免許ですけど、それで自分の行きたいとこに行って、とりあえず食べたいものは言ったものは出てこないんですけど、その当時の英語力だと思ってもないようなものばっかり出てくるんだけど、とりあえず一人で生きていける状態を整えようと思って、もう一回 LA に8月に行ったんですね。で自分の車で自分で車を運転する初めてのアメリカで、それだけでももう緊張と感動なわけですよ。ガイドさんがいないと何もできなかったのが、特にLA って電車がないんで、今でもまだそんなにないんで、バスとかだとすごい時間かかるし、ウーバーがまずなかったんで、自分の車で移動するしかなかった。それでうろちょろして帰ってきて、その年の12月の29日かなに、その飛行機のマイルのノルマを、アクチュアルマイルっていうんですけど、実際飛んだ分の必要なポイントでなれるステータスに達成できまして、でやっぱりそれで電話するんですけど、おめでとうございますって言われるんですね。でその年は2011年はまず飛行機を、そして英語をっていう最初の、自分がどうじゃないといけないか、行きたくないかっていうのを、逆に言うと行きたくなるかは環境と言語だなっていう、もう本当に初期段階の準備をしてましたね。日本では音楽をやりながら週1回飛行機乗って、週2、3回英語習って、だから自分のライフスタイルが少し変わり始めた1年でもありましたね。はい、そっから次の年に今度もっと英語を勉強しないといけないって留学するんですけど、短期留学を2ヶ月。その時もまだとにかくもう英語という大きな壁に向かってる段階で、ある種幸せなのは忘れれたんですね。そういう仕事からもなんかこう感覚的に自分が仕事もっとしないとっていうのも普通ならそれだけじゃないですか。でも英語しないとっていうのがあったんで、バランスよく仕事やりながら英語と向き合い続けた。そして2013年かなにまたグラミー賞に行かせてもらった時に、ボーティングメンバーって言って投票権を持つ会員になれたんですよね。それはちょっと規定が難しくて今ここで割愛させていただくんですけど、そのボーティングメンバーになれたということは、自分の作品をエントリーできる権利を得たっていうことなんですよ。でへえと思って、そうなんだと。で自分のソロの作品っていうのはもともとバンドで2001年からデビューして1枚アルバム出した、これは自分のバンド名義の作品で、あとはサウンドトラックの、名義も自分の作品でも、これはアニメだったりとか映像があるものじゃないですか。何のそういうつながりもない自分だけのソロの作品ってまだ作ったことなかったんですね。でそれをそうかって、せっかくエントリーできるならそういうこともしていってもいいよなってぼんやり思い出したのが2013年ぐらいですか。なんかだんだん、そうですね、まず自分がやったのは人に言霊として言うようにしました。自分の作品でグラミー賞エントリー取るとかノミネーションとかそんなこと一切言ってないですよ。エントリー自分の作品でするからっていうのを1年間ぐらいそこら中で吹きまくったんですよ。でそうなるとそういう自分になっていくんですよね。自分で言った言葉の骨振動もあるし、自分のその音もあるし、でその時初めて言霊というものの力も知ったし、やっぱ言っていくと自分でこう意識し始める人生になってきて、じゃあどうやってエントリーするんだろうとか、自分の作品ってインストゥルメンタルでサウンドトラックではいろいろやってきたけど、どんな作品作るんだろうっていうことを構想を練り始めたのが2014年。その時はまだこう言ってるんですよ。グラミー賞目指すとは言ってないですね。エントリーするっていう、自分の作品でっていう、その段階でもエントリーできることだけで十分と思ってたんで。
誰にも何も言われてないんで勝手に自分でやってることじゃないですか全て。それで日本での仕事っていうのもあるし、ある種その休みとか空き時間に自分の作品を作る、英語を勉強する。でも自分の作品作るのってその過程は仕事と全く一緒なんで、仕事終わってまだ仕事があるっていう、でもこれは自分で好き勝手やってる、誰にもお金もらえない仕事っていう、ただ夢はあるっていう。そうですね、だからちょっと時間はかかりましたね。やっぱり最初の自分のそのこちらに飾ってもらってるこの「スターズ・フォーリング」っていう1枚目のアルバムの構想を練ることと、どんなアーティスト像になるんだろうとするんだろうということを考えるのにやっぱり2年か3年かかりましたね。全然違いますね。何より困ったのは、バンドでデビューしてた時は自分がリーダーで作曲もほとんどしてたんで自己発信なんですよね。自分が最初にこれやろうあれやろうってやってて、でプロデューサーとか作曲家になった瞬間にそれは一切言わなくてもよくなった、発案はしなくてよくなった、でオーダーに応える、クライアントワークスですよね。でもそれが自分にすごい向いてるのがその時分かって、疲れてたのもあって指示出してもらうことが嬉しくて、でその指示通りにやれていってたんですよ。で今度また陥るパターンがありまして、指示がないとどうしていいか分からなくなるんですよ。しかも話し合える仲間も一緒に夢を見る仲間もいない、一人っきりじゃないですか。でインディーズでソロってほんと一人なんですよ。誰にも相談することもなければ、誰が何をやってということも特に最初何も出してないんで何もお願いもされないし、だから本当勝手に一人っきりで考えてる時間、そこがまずもしかしたら一番時間かかったかも。その誰にも指示出されてない、でも指示出されることに慣れて仕事になってきて、でもそれは職業コマーシャルベースのコンポーザーであったりとかプロデューサーだと思うんですけど、指示がない自分でどうしたいがなくなってたんですよね、ほとんど。まだ CD プレイヤーは僕自身的には2015年ぐらいまではお家にあったんですけど、もうでも YouTube が2010年ぐらいからもうみんな見てたと思うんですね。2008年に僕ちょっと自分がドラム叩いた動画を載せた時はまだそんなにみんな見てなくて、でもその当時それがある程度バズって200-300万再生されたんですよ。だからその時にもうなんていうんですか、ブランニューメディアっていう感じだったんで2008で。配信はどうでしたかね。 Spotify、Apple Music、iTunes はすごく早くからあったと思うんですけど、買い切りというか。自分はアーティストを一番やりたかったわけじゃないんだということに気づいたんですね。転身した後にクライアントワークスをこなすことにすごい幸せを感じてたんで、だから自分は人の作品に作曲家として関わる、これが自分のパッションでありロールなんだと思ってたのもあって、そこにも満足はしてたんですよ。ただそういう音楽業界の形が変わっていって、特にストリーミングサービスに変わったことによってアーティストの収益っていうのももちろんね反比例して、そのストリーミングサービスが伸びれば伸びるほどなぜこんな聞かれてるのにこうなんだろうみたいな。でもやりたい人ってお店とかもそうだと思うんですけど、とにかくやりたい気持ちの方が強いんですよね。だからアーティスト数はそんなに減ってないとも思いますし、自分自身もそこは入ってくるものは何もないだろうって思って始めたんで。っていうのはインストゥルメンタルでサウンドトラックでもなくて歌もなくて、そういう市場ってないじゃないですか日本ってほとんど。あるんでしょうけどそれ細分化されてたりとか、昔みたいにこれっていうインストゥルメンタルは今ちょっとないのかなと思いながら、でもないからこそ面白いかなと思って、自分で勝手に企画書を作ったんですね。キーノートでサウンドトラックじゃない映像のないインストゥルメンタルでこう世の中にそれを浸透させていく企画みたいな。で僕の作品でこれはグラミー賞にもエントリーするみたいな。だから2つ目標があって、いっぱいの人、日本でいろんなオーディエンスの人にサウンドトラックでもない歌も入ってないけど聴いてもらえるシンプルな口ずさめるようなインストゥルメンタルミュージックっていうことと、あとは自分の夢であるグラミー賞を目指すこの作品で、
でどれだけ小さいビジネスであっても誰も聞いてなかったとしても、この2つ目のこのグラミー賞を目指すエントリーしてるっていうことが僕の心の支えだったんですよ。どれだけ売れてなくてもそういう賞を目指してるっていうことは素晴らしいことなんじゃないかなって自分の中で思ってて、だからグラミー賞を目指すためだけに作ったわけじゃないんですけど、そこにすごい支えられましたね、プライドとして。いや俺はグラミー賞にエントリーできてるんだっていう。だからどれだけその時点で聞かれてなくても収益がなくても、これは自分のポートフォリオとして音楽家としてクライアントワークス人の楽曲だけをやっていく人生ではない縁をいただいたんだから、これはやっといた方がいいし、特に30代のうちにやるべきだって。20代はバンドでやった、30代これがなかったらずっとそういうコマーシャルベースの人のものを作るしかなかったと思うんですよね。でそうなって40代に自分の作品を作りたいなってなった時に、やっぱりスタートするなら早い方がね腰は重くないというか、ちょうど30代中盤ぐらいでこのアルバムの楽曲を作り始めるんですけど、だからちょうど自分もいろいろ気持ちの変化もあったり、年齢の40に近づいていくなんて言うんでしょう、複雑な心境をいろいろ持ってた頃だったから、こういう新しいことできたことでも自分を保てたのかなと思います。そうです、初めて2016年に初めて自分で全プロセスを一人っきりで、本当のソロ活動ってこれやなと思うぐらい全部自分で、両方バランスよくやっていこうと。完全にこっちにスイッチできるとは思ってなくて、やっぱり夢を目指すっていうことってそういうことじゃないですか。だからこそ夢だし現実じゃないんだよ。で片や現実は仕事としてあって、それがないと生きていけないですから。いやそれがまさにこのアルバムで体験したんですけど、2016年にエントリーして、でもその会員しか見れない、グラミー賞のボーティングメンバーしか見れないエントリーの PDF があるんですね。でそこに本当にちゃんと載ってるのかなっていう。でそのエントリーシートが出た日にもう膨大な数のアーティストがいるわけじゃないですか。で自分の初めてエントリーしたコンテンポラリーインストゥルメンタルアルバムっていうところを一個ずつ見たら載ってたんですよ。それが嬉しくて、何よりその英語でエントリーのそのプロセスもう大変なんですよ。